皆さんこんにちは、なるです。今回は山形県の蔵王温泉にやってきました。山形県は村山、庄内、置賜、最上の4つのエリアに分かれています。今回訪れる蔵王温泉があるのは県庁所在地山形市を含む村山エリア。大正ロマン漂う銀山温泉や千年古刹山寺など山形を代表する人気スポットが集まります。蔵王山は山形県と宮城県にまたがる火山群で、山頂付近には小釜と呼ばれるエメラルドグリーンの火口湖があり、蔵王を代表する絶景スポットとして知られています。蔵王温泉は約1900年前に発見されたと伝えられる歴史ある温泉地。かつては高湯温泉と呼ばれ、奥羽三高湯の一つとして栄えました。pH1.5 という強酸性の湯は美肌の湯として知られ、温泉街には趣のある共同浴場が点在しているほか、渓流沿いに広がる蔵王温泉大露天風呂も名物の一つです。そして蔵王は日本有数のスキーリゾートとしても有名です。蔵王温泉スキー場は東北最大級のゲレンデを誇り、多彩なコースが山の斜面に広がっています。そして何といっても冬の蔵王の主役は樹氷。スノーモンスターと呼ばれる樹氷は蔵王連峰の厳しい気象条件が生み出す世界でも珍しい自然の芸術品です。スノーモンスターは蔵王山の標高の高いエリアに広がっていて、ロープウェイの樹氷高原駅から地蔵山頂駅にかけて間近に見ることができます。アクセスについてですが、蔵王温泉へは東京から山形新幹線で山形駅まで約2時間40分、山形駅からバスで約40分です。今、蔵王温泉スキー場に向かってます。雪は止みました。雪は降ってないんですけど、道路にはちょっと雪があって、なんか凍ってそうですね。結構つるつる滑っちゃいそうな道です。それで今日は憧れの樹氷を見ます。はい。お天気がちょっと曇りで、本当に見れるか心配なんですが、楽しみです。はい、そうです。では行きます。蔵王温泉スキー場に来ました。今は蔵王山麓駅のチケット売り場に並んでます。7時過ぎに、7時15分ぐらいかな、駐車場入場して、今7時半ですね。チケット売り場に並んでます。平日なので今日はあんまり人がいませんね。これからじゃないね、これからいっぱい来そうです。でね、天気はちょっとだけ雪が降ってきたんですけど、なんか晴れ間も見れそうな感じですね。これは期待大ですね。本当に曇りだよ。嘘。期待しないの。手前の方に从那个山高上，一个人1200。
ロープウェイ36線は樹氷高原駅でロープウェイ山頂線に接続いたします。Now, Sanyaku Roadway is leaving. This car will take you to Juneau Morning Station, which is located 1,331 meters above sea level. It takes about 7 minutes, travels 1,734 meters, and descends お降りの際は出口の段差付近のプリースに入ってロープウェイ山頂線ご利用のお客様は一度降りられまして通路を左手でお願いいたします。ロープウェイ山頂線建物の中も凍ってるよ。極寒だよ。テラス行く？外出てみる？まあ外行くか。風すやばいなこれは。ごい。風が寒いね。何も見えないよ。なんかスノーモンスターがいるのがわかるね。すごい、こんなに埋まってるよ。すごい。こんなだって。すごい、カチカチ。これすごい高いのにさ、雪が深くてここまで積もってるんだよ。すごいね。寒い。はい、寒すぎて山頂のレストランに逃げ込みました。ちょっと予想外の寒さだったわ。本当に寒いね。風が強い。温度計多分マイナス10度までなのかな。もう超えちゃって測れなかった。そうそうそう、本当に寒い。恐ろしいなこれは。もう顔にさ、樹氷できるかと思ったよね。本当にできると思った。なる髪の毛凍ったもナロジフォになるとこだった。ん。樹氷ができるとこだった危なかった、あのまま。危なかったマジ。ここになかったらやばかった。このレストランからもさ、外の様子がちょっと見えて、樹氷が少しだけ見えます。樹氷と一緒にさ、
写真撮りたいんだけど、もう外に出れないかもしれない。もうちょっと待つか。そうだね。いつまで待てばいいんだろう。でもすごいよね。本当に固まっててさ。さっきのお地蔵様もすごかったじゃん。本当あれ大きいんだよね。あ、そうなんだ。2メートルぐらいあるんだよ。もう頭しか出てないじゃん。頭しかなかったの。そうそうそう。だから雪あんだけ降ったってことだよね。肩までさ、立てたじゃん。すごいね、雪の量がね。怖いわ。ちょっと舐めてた。こんな寒いと思わなかった。白馬ぐらいだと思ってた。いや、風あるからじゃない。天気悪いし、今日。でも結構人いるね。この中風切ってスキーするの寒そう。やばいね。しか見えなくない？結構本当に見えてきた今。見てよ、扉がもう凍ってるんだよ。あー、怖い。風すごい強い。すごい建物。晴れてればなんか月山とか鳥海山とかあ、そうなんだ。飯豊連峰とかも見えるみたいです。これちょっともう基本に私たちがなりそう。そしてあれなんだ、本当だなんだね。本当だ。樹氷見えないよ。カフェの中が一番見えたね、樹氷。これはまたリベンジしたいな。今日はちょっと帰りますか。青空の下見たいです。では戻りますか。風入る。意外に。いやー、風本当に強い。すごい混んでるね。帰ってきても人気ぶりが伺えます。で、ランチを食べに行きましょう。はい。伝わるぞ。
蔵王温泉発祥とも言われる絶品ジンギスカンが名物。新鮮な生ラム肉を鉄鍋で豪快に直焼きし、半年以上熟成させた特製秘伝のタレで味わいます。ではジンギスカンいただきます。美味しそう。蔵王ジンギスカンだって。タレにたっぷりつけていただきます。うわー、うまそう。うわー、いい匂い。すっごい食べ応えある。分厚いからさ。でさ、ジンギスカンなんだろう、ラムなんだけどさ、変な臭みとか一切ない。ああ、やっぱ生ジンギスカンだよ。美味しい。マジでうまい。このタレもなんかすごい美味しいな。何のタレなんだろう。なんだろう、わかんないけど。うわ、油っぽくないから本当にいくらでも食べれる。それでは蔵王温泉の街並みを散策していきましょう。温泉のようですね。はい。ね、ずーっと街並みを温泉街を通っていくとね、須川温泉神社っていうところにたどり着くの。ああ、いいな。そこまで歩いてみましょう。はい。行こう。西暦110年に開湯したおよそ1900年の歴史を持つ東北屈指の名湯です。奥州三高湯の一つに数えられ、47の源泉から湧き出る強酸性の硫黄泉は美肌の湯として古くから親しまれています。湯気すごい。この川、須川は温泉と山水が混じり、暖かい川となってどんどんと音を立てて流れてるんだって。しかもね、本来ね、この滝のあるところが温泉街の玄関口だったんだって。あ、そうなんだ。だからお客様が帰り際にもう一度温泉街を振り返る場所ということから、この滝が見返り滝と呼ばれたそうですね。で
無理かなこれ。これ危険かもしれない。 NG。私だったらいけるけど危ない。危ない。やめるか。滑り台になってる。滑り台化してる。本当に。迂回してこう。氷川温泉神社見えるとこまで来ました。結構登ったね。遠回りして。どんぐらい ?10 分は行ってないけど7分ぐらいは歩きました。で、あそここれ行けるかな。じゃあ行けるでしょ。嘘。ダメ？厳しい。なんとかたどり着いたら、まさか別の道がありました。雪かきされてる、そっちは。こっちから来ればよかったね。でもまあ、ね、たどり着いたので、お参りしましょう。蔵王温泉バスターミナル前に立つ源泉かけ流しの温泉宿です。乳白色の湯の色、硫黄の香り、流れる湯音など五感で蔵王の名湯を楽しめます。わあ、すごい今までと違う感じだね。あ、よし。ダイニングテーブルがある。いつもとはちょっと変わった感じのお部屋ですね。和洋室。そうそうそう。テーブルあるそう。こういう高いテーブルあるとさ、なんか作業とか使いやすいね。使いやすい。夕飯もここで食べるらしいからね。なんか家で食べてる感じになるね。で、大浴場と露天風呂もあって貸し切り風呂もあるんだよね。4つあるのかな。貸し切り風呂ね。で、1つ選んで入れます。そうそうそう、無料で。無料で。日帰りの人も入れるみたいだね。有料になっちゃうけどね。
入れるみたいです。では温泉に行きますか。はい。蔵王の温泉はね、強酸性で美肌の湯って言われてるんだって。めっちゃ硫黄の匂いしたもんね。うん、そうそう、温泉街ね。強そうな感じだった。そう。どんなお風呂か楽しみですね。はい。では行きましょう。はい。すっかり暗くなりましたね。いいですね。うん、だいぶもう完全に日が落ちました。でね、温泉街は明かりがついて綺麗ですね。で、さらに雪も降ってきて、いいね。情緒溢れまくってますね。これで共同浴場が3つあるんですけど、そのうちの1つね、川原湯に行きたいと思います。この蔵王温泉に泊まってる人は100円で入れるみたいです。本当でこういうチケットを買ってね。本当はいくらなんだっけ？300円。100円で入れます。お得です。川原湯はなんか下から湧いてるとか言ってたの。そう、源泉が下から湧いてるんだって。珍しいから行ってみましょう。はい。もう夜の鳥居もすごい神聖な感じだね。めっちゃ綺麗だね、夜。すっごい綺麗、明かりがついてさ。全然違うね、やっぱ。全然違う。しかも雪も降ってるからさ、こういう神社大好きだから大好きです。温泉と夜と神社。湯煙もさ、夜だと余計分かって綺麗だね。いや、ちょっと寒いんで温泉。そうだね。行きますか。行きますか。ほんと綺麗。川原湯めちゃくちゃ良かったね。めっちゃいいわ。しかもめっちゃ綺麗じゃなかったの。新しいのかな。綺麗だった。どうなんだろうね。なんか清潔に手入れされてんのかな。お湯の温度がちょうど良かったしさ。お湯温度ちょうど良かった。本当に下から湧いてたね。湧いてた。源泉が。めっちゃ良かった。でさ、トロトロしててさ、肌すべすべになった。そうだね。ホテルのやつより白くはなかったよね。あ、そうだね。ちょっと白いけど。ホテルほど白くはなかったけど、トロトロしてるって感じ。そう、トロトロしてた。で、硫黄の匂いもしてね。めっちゃ良かったですね。いいですね。やっぱ温泉すごいね、蔵王。温泉すごいね。本当の、本当ってかよくわかんないけど、温泉って感じだね。朝は濁り湯が好きだから。強いのがいいね。酸性がね。草津っぽくない？確かに草津っぽいね。めっちゃ良かったな。これでよく寝れそうです。はい。じゃあ宿に戻って夕飯ですね。はい。から帰ってみよう。
すごいね。たくさんすごいよ。種類があります。すき焼きとうん。ステーキ。ステーキにしました。蔵王牛だって両方とも。うん。初めて聞いたね、蔵王牛。そうだ。美味しそうですよ。ステーキも来ました。来ましたねお。肉も来ました。全部最初に用意されるスタイルだね。うん。でもその方がね、気にせず食べれてもいいかも。うん。まあどのスタイルも好きですが。ではステーキいただきます。うわー、見てよこの分厚さ。すごい。結構レア。これあれだってよ。蔵王牛だってこれも。うんうわー、特製のタレだよ。うわー、もうこれだけでさ、ご飯何杯でもいけそう。うん。すっごい柔らかいし、食べ応えもあるし、甘いし、全然油っぽくない。あ、そうなんだ。うん。いい甘さって感じ。いや、うまいかも。嘘。うん。うん。うまいわ。嘘。蔵王牛美味しい。肉肉しいけどね、見た目は。そう、肉肉しいんだけど、意外とあっさり食べれる。いや、美味しいですね。嘘。うんもう柔らかねえ、美味しいよね。い。めっちゃ柔らかいな。そう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 。まあ、レアだから。いや、めっちゃ美味しくない？本当だ。ねえ。今までない感じ。うんそうそうそうソースなのかな。ソースかな。なんか、さっぱりするよね。柔らかいしさ、食べ応えもあるし、めっちゃ美味しいよね。なんかいい表現かわかんないけど、なんかハンバーグを食べてるみたい。それはちょっと、それちょっと、そっか。ちょっとやっわかんないかも。なんだよ。いやでもそのぐらいなんか、柔らかいってこと。ちょっと今までないわ。ね、美味しいよね。うん。知らなかった蔵王牛ね。本当いい発見ですね。だ。はい。はい。すき焼きいただきます。すいませんね、お先に。どうぞ。うわー、美味しそう。うん。うん。うん。うわ。うわ、美味しい。うん。薄いんだけど、しっかり肉の味もして、歯ごたえもあって、割り下と絡み合って、卵とも絡み合って、最高に美味しいです。ね。美味しいですね。だしと割り下があるんだね。なんかまず割り下と肉で食べてくださいって言われる。いや、うまいですね。米沢牛以外にもね、美味しいお肉あるんだね。米沢牛が有名じゃん。うん。でも蔵王牛ももう衰えてない。なんて言うんだっけ。劣らない？そう、劣らない劣らない美味しさ。うわー、美味しいです。はい。
貸し切り風呂の恵みの湯にやってきました。ここは4つある貸し切り風呂の中で一番広いお風呂になってます。本当に広いです。脱衣所も広くて、お風呂もかなり広いです。なんだ、6人ぐらい入れそうなぐらい。で、お湯はちょっとぬるくてずっと入ってられそうな温度です。でね、お湯は他のお風呂と同じく白濁していて、ちょっと酸性が強いピリッとする感じで、トロトロしています。もうこのお風呂に浸かるだけで本当に肌がツルツルになります。宿どうでした？いや、いいね。やっぱ温泉だよね、やっぱ。うん。温泉本当に良かったね。強いのがいいわ。硫黄で酸性みたいな。舐めたらちょっと酸っぱいよね。本当に舐めてみた。酸っぱかった。大浴場もさ、広いしさ、露天風呂もね、楽しめてよかった。まあ、ただ、スノーモンスターは見れなかったけど。本当だよー。まあ、見れたっちゃ見れたけど。まあ、見れたっちゃ見れた。まあ、でもあれはリベンジですね。リベンジしたいね。もっと天気どうしたらいいんだろうね。いや、ほんと天気がいい日に、ピンポイントで、狙っていくしかないね。日帰りとかするしかないな。そうかも。あと服装ね。ああ、寒かったな。昨日本当に寒かった。ちょっと甘かったな、あれは。本当に天気悪いでマイナス10度とかなってるんで、相当防寒必要ですね。靴とかもね、服とかもちゃんとしないとダメだね。でも楽しかったね。いい経験になりましたよ。また行きますか？はい。では帰りましょう。はい。はい。ないよ。